何をしておったのかといえば、今回な、この第2部、顔の XY 講座をするということで、XYZ ってなんだと。目をこうやってな、パチパチさせたり、口を開いたりっていうのはやったけど、XYZ って急に言われてもわかんねえである。と思うかもしれないが、これは言ったら、顔に3次元的な動きをつけるということであるな。X 軸が、この顔を左右に動かす。そして Y 軸は、顔を上下に動かす。そして Z 軸は、顔を傾ける。この3つを組み合わせることで、顔を立体的に動かすことができるようになるというわけである。なかなかライブ 2D でキャラクターを作る工程の中でもこれはかなり難しい部類に入るとは思うが、この工程は何度もこの講座を見直したり、様々な方のチュートリアルを見たりして、そして自分で手を動かしながら、この知見を深めていってほしいのであるぞ。ではな、ちょっと冒頭にマイクミュートしてしまうという大変、こういう記録が残ってしまうのが恥ずかしい、のが配信の良くないところではあるが、教えてくださった皆様、誠にサンキューなのである。では、早速、講座へ移ろうではないか。というわけで、こちらが先ほどの第1部で作った状態までをなっている状態だな。先ほどやったのはこの右目と左目の開閉、そして目を上下左右に動かす。そしてもう一番はこれだな。口のあいうえを。これだけでキャラクターの魅力の半分はできたと言っても過言ではないので。そして、まずはこの XYZ というのは何かというと、このパラメーターのこの角度 X、角度 Y、角度 Z、この3つにそれぞれの動きを当てはめていくのが、今回の第2部の講座の肝であるな。で、まずは角度 Z、顔を傾ける動きから入れていこう。それを使うために新たな技術も使うので、忘れないように覚えておくのであるぞ。まずは顔に使うパーツすべてを選択していく。一個一個こうやってコントロールで選んでいってもいいのだが、もう顔のパーツ、これでは右耳までが顔のパーツなので、シフトキーを押しながらクリックすると、後ろの髪の毛以外、ここもだ。後ろの髪の毛以外全部を選べた状態になるので、あとはコントロールキーを押しながら、後ろ髪、左ツインテール、右ツインテール。これで頭を全部選んだことになるので、新しくここに回転デフォーマーというのがある。他にもワープデフォーマーというのもあるが、今回このデフォーマーというのを使っていく。デフォーマーというのはざっくりと形を変更することができるツールだと思ってもらえればよい。のでまずは回転デフォーマーをクリックすると、挿入先のパーツ、名前等が出てくるので、頭部にして頭部の Z 回転という名前にして指定されたオブジェクトの親に指定をするで作成をすると、この頭部というオブジェクトの中の一番下に頭部の Z 回転というパラメータができた。でこれ今まで何もパラメータを設定しない状態で、これなんか赤い丸になんか矢印がシュッと伸びておるのができておるが、この先っちょの触ると首を怖いぐるんぐるん動かすことができるようになる。これが回転デフォーマーであるな。指定されたパーツを一括してこうやって回転することができるパーツである。そしてこの顎の先を持つとそれを動かすこともできる。これが回転デフォーマーだな。一括でパーツを動かすこと、回転させることができるパーツが回転デフォーマーだと覚えておいてほしい。で、回転させる前に、この丸のこの中心点を中心に顔が回るわけだな。なので、もうちょっと位置を調整する。で、コントロールキーを押しながら、この円の中心をドラッグして、この今青い点が出てると思うので、やや顎の上ら辺、このぐらいに持ってくる。こうすると、
こう首を回した時に自然に首が回ったように見えるわけだな。で、この、頭部の回転、この頭部の Z 回転を角度 Z で3点で、これだな、キーを割り当てよう。で、右30、左30で動かせるというパラメータができたので、こちら、まず左側のキーを選択したら、首をだいたい24、5度ぐらいかな。こう回転するとこの角度も出てくるので、だいたい24度ぐらいに合わせる。で、反対側も、左に傾くように24度傾き。これで、首の傾きができた。当然ではあるが、言うてそんなに柔らかく動けてるわけではないよね。あくまで、まさにパーツがカチンカチンと硬く動いてるように見えて、髪の毛なんか全くなびいておらんのだよな。なので、髪の毛を変形させて、この傾いた方向にちょっと髪の毛を垂らすという動作をつけていく。ので、まず前髪を選ぶ。前髪を選んだら、選んだ状態で今度はこのワープデフォーマーというものをクリックしよう。すると、また挿入先のパーツは頭に属してるね、頭部で OK だな。で、ここに、前髪の Z 曲面と入れておこう。これは分類するために分かりやすくしておけばどんな名前でも良いので、ただできる限り細かく分けておいた方が良いので、で、今回分割するなどは気にせず、作成のボタンを押す。すると、この頭部のパーツの一番下に、前髪の Z 曲面というのができて、で、ここにデフォーマというのがあるのがわかるであろうか。この頭部の Z 回転の中に、今頭のパーツが全部入ってて、その中に頭部の Z 曲面も入っている。つまりどういうことかっていうと、こんな風に Z 曲面の緑枠も一緒に回っているのがわかるであろうか。こんな風にデフォーマーをデフォーマーの中に入れるという入れ子の形が作れるというのもこのライブ 2D の、魅力というか特徴の一つだな。いきなり入れ子だとか親子関係って言われてわからないかもしれないが、この今頭の Z 回転の中にできているよぐらい分かっておけばよいである。では前髪の Z 曲面を選んで3点追加しよう。で、角度 Z を向いた方向での状態になるとこうなるので、こうなった状態で、この緑の点を動かすとこんな風に髪の毛も全体的に柔らかく、さっきの変形パスツールのもっと全体を動かす版のように動かすことができるので、髪の毛をこうやってちょっと下に垂らしてあげる。わかるかな？微妙な差だが、髪の毛が下に垂れた。で、反対側も同じように、髪の毛がちょっと下に垂れるように動きをつけてあげる。わかりづらいかもしれないが、こうしてあげると、前髪が自然と下を向いた方向に垂れているのが垂れるようになった。ので、同じように髪の毛のパーツをすべてやっていこう。アホ毛はやらなくてもいいかな、今回は。なので、次は左横髪を同じワープペンに入れて、でここの名前も、左横髪の Z 曲面にして、今回も分割は2の2で良いである。そして、それが、左横髪の Z 曲面ができたら、角度 Z に3点ツールを入れて、元矢印ツールを使って垂らしていく。で、反対側も。で、ここもあんまり細かくやりすぎなくてよい。もうざっくり動いて違和感がなければ大丈夫である。ができたら、このデフォーマーから選んでもよいし、このパーツ一覧から選んでもよい。今は右横画面を選んでいる状態を確認して、ワープデフォーマーを作成して、右横
Z 局面を作って作成。で、また角度 Z に3点で入れて、下に垂れているようにこの緑の点を操作して動かしていく。これで今、顔の前髪と横髪が垂れるようになるから、ほら、こんな風に横を向いた方にちょっと髪の毛が垂れているのがだいぶ分かりやすくなってきたかな。では次は、後ろ髪だな。後ろ髪も同じように、ワープデフォーマーを入れて、これは頭のパーツに入れて、後ろ髪の、今回ちょっと絶対ワープとなってるが、まあまあワープも局面同じ意味なので、同じにして作成。で、角度 Z に3点を入れて、こんな感じで髪の毛が下にちょっと垂れているように髪の毛をちょっとこう下に落とす感じで作っていく。髪の毛がビヨンと伸びたりしないようにそうすると良いじゃん。ちょっと落としてみるか。今回ちょっと講座なのでの配信なのでもうザックザックと作っていくが、まあ、これでこんな風に髪の毛がだいぶ自然になってきたな。で、次がツインテールだな。左ツインテール。これはまあ回転させた方が早いと思うので、回転デフォーマーを入れて、頭に入れて、左、ツインテールの Z 回転にして、で、ここにするとツインテールがこう動いてしまうので、ツインテールの付け根にコントロールキーをしながら、この辺かな持っていって、で、角度の Z 回転を入れて、傾けて、垂らすと。こんな感じだな。で、同じように、右ツインテールも、頭部パーツの右ツインテールの Z 回転を作成して、コントロールキーを押しながら、ツインテールの根元に持っていって、キーを3点入れて、回転をして、パラメートを入れていくと。これで、こんな感じで、髪を傾いたときに、それぞれ自然に横を向くようになったのである。ただまあ、これだけだと頭だけが動くので、あまり自然な人間の動きにはなっておらんのだ。うぬらも、今同じように首を右左に傾けてみると良いぞ。すると、首や肩が連動して体が倒れておるのがわかるであろうか。その動きを入れていこう。なので、体にも同じように入れていくであるよ。まずは、この体のパーツ、初めて体のパーツを髪の毛以外で触るであるが、首のパーツを選んで、首のパーツを、に、よいしょ。ワープデフォームを入れていく。で、今回は、ルートパートといっても一番上に入れるという感じだな。これで、首の Z 局面にして作成。で、今、この首の Z 局面ができたので、まあ、これを角度
Z にまた入れて、この首のも、こう傾けていくのだが、これ首だけ傾けても頭と連動しないんであるよな。で、頭と連動させたいので、よいしょ、この頭部の Z 回転をこのデフォーマというタブから首の Z 回転の中に入れてしまう。こうやってオレンジになるので、ポイって入れてしまう。この状態で首の Z 曲面を触ると、なんと頭も一緒に連動して、わかるかな、こんな風に変形ができるようになった。これで今首を分かりづらいがちょっと曲げると、こうやって首が曲がるようになったのかな。で、同じように右も曲げたいと。で、ここで便利機能として、左右対称のこういうパーツは動きの反転というのをつけることができるので、首を思いっきり傾けたところで、このパラメータのところのメニューをクリックして、動きの反転というのを押して、OK。とりあえず OK を押すと、なんと、こうやってもう自動で計算された左右対称のパーツがこんな風にもう同じ形で反対側にもつけることができた。これで首がもう動いている形ができたと。もちろんこれでだいぶ首が自然に動くようにはなったが、体が硬いのでな。これではもったいないので、首のパーツ以外の体のパーツを全部選ぶ。こんな風に選ばれた状態になっているな。この状態でワープデフォーマーを作り、体の Z 曲面を作り、ここで分割数を変更する。分割数が22となっているが、こちらが横の、これが横の分割数という言い方になるので、こちらがこの縦の長さをいくつに分割するかというので、今だと22なので四角に割れるのだが、ここを4にする。2×4 にして作成にすると、わかるかな？こんな感じで縦の分割が増えたのが、この切る、この4つのゾーンに分かれて、で、縦が2つに分かれている状態になった。こうすることで細かく動きをつけることができるのである。ワープデフォーマーの形にもいろいろなのがあるのでな。で、こうした状態で、今この体の Z 回転の中に首の Z 回転を入れると。すると、体の Z 回転の中に首の Z 曲面が入って、そして頭部の Z 回転が入ると。どういうことかというと、これで今、先に角度 Z を、体の曲面 Z をこれで3点に投資したので、これで首が傾いたと。で、この状態で体を動かすと、先ほどやった通り、首と体が連動するわけだな。で、こんな風に体を傾けさせると。こうするとだいぶ自然に体が傾くようになったのがわかるかな。で、同じように動きの反転を体のこの Z 曲面にもつけると。するともうあっという間に右と左の左右対称の曲面が作れるようになったと。これでもうキャラクターがかなりグリグリ動くようになったのでな。どうであろう。もうだいぶ生き生きとした動きがあっという間に作れたのが分かったであろうか。このようにデフォーマーというものを使うと、ざっくりと大きく動きを変形させてあげることができるので、体の立体感や奥行きを出すためには、このデフォーマーというのを使う。ワープデフォーマー、回転デフォーマーの2つを使いこなせるようになっておくと良いであるよ。で、これでだいぶ自然な形にはなったのではあるが、フェイスリーグを動かす際に大事なパラメーターがある。呼吸というパラメーターであるな、ここ。ちょっと一回画面を、よいしょ、タイトルに戻して、我を見てほしいのだが、と、このように、息を吸うと、吸って吐いてという動作が、自然と行われているのがわかるであろうか、今、我の体に。これがフェイスリーグ
で再現されるパラメータで、こうやって息を吸って吐いてというのを自動で行ってくれるのだな。だからこうやって動いてる時にもその自動的にこの吸って吐いてというのをやってくれるわけだ。この動きを入れてあげるとより生っぽいというか生きたキャラクターを作ることができるので、この呼吸というパラメータも入れていこう。では、体の Z 極面を選んだ状態で、ここに、よいしょ、呼吸というパラメータを入れて、で、2×4 でこのままベジェの分割数は変わらないので OK にする。するとこんな感じの枠ができて、この体の Z 極面の上にパラメータができた。ただ、体全体が入っていないので、この緑の枠がきれいに体全体を包むように調整を行っていく。この赤い点を、コントロールキーを押しながら体全体に入るように調整をしていく。で、コントロールキーを押してるかどうかはこの動かした時に枠が青くなるのでな。これで緑の中にぴったりすっぽりこんな風にキャラクターが収まるようになっておれば、呼吸のパラメータを作る準備は OK になる。なのでこのデフォーマーの呼吸を選んだら、呼吸パラメータに2点キーを追加しよう。で、0が息を吐いた状態、1が息を吸った状態になるので、大げさに息をスーッと吸ってみると、こう体が大きく反って、背筋が伸びるような動きになるのがわかるであろうか。なので、1.0 選んだ状態、ここで選んだ状態で、シフトキーをしながら、体をちょっと縦に伸ばしてあげる。で、肩をちょっと上げるようにする。で、この緑のパラメータ、横にちっちゃい、ハンドルが伸びておるが、それをちょっと横に伸ばしてあげる。息をすると胸が広がる感じがわかるであろうか。肺の中に息が吸って吐いてってなるので、ちょっと胸を広げたようにしてあげると、こんな感じで、リボンとか胸の位置をよく見てみるとわかるかもしれんが、ちょっと胸が広がっているのがわかるであろうか。これで息を吸って吐いてという動作を、してあげる、やっているように見えるようになるのであるな。呼吸のパラメータを入れたので。ここまでやった状態でちゃんと動いているのかどうかというのを確認する方法というのを見てみよう。ここに、ものすごい分かりづらい右下のところに、ランダムポーズと選べるリスト項目があるので、ランダムポーズを選んだ状態で、その横にある再生ボタンを押してみよう。すると、これまでつけたパラメータで自動でこんな風にキャラクターがなんと動いてくれるのである。ちょっと感動するっていう。はあ、動いてるって。そして我がこれまでつけたパラメータを作ってキャラクターがもうできたんじゃねっていうレベルで動くのができるわけであるな。これちょっとライブ 2D やってて楽しい瞬間であるな。こんな感じで動いておるのがわかるかの？で、これで動いたのを確認したら、こうやって呼吸の上下をしてるし、髪の毛の傾きでちゃんと髪の毛も傾いておるのが分かったので、停止ボタンを押すと停止する。ただ、見ての通り、パラメーターがぐちゃぐちゃになるんであるよな。こっからまたパラメータを直してってするのは大変なので、そう、ライブ 2D で動かしている時の呼吸のペースは、スーハー、スーハー、スーハーってしておるのだが、実際、フェイスリーグに持っていくと、吸って、吐いて、になるので、ライブ 2D ではちょっと呼吸が早く見えておるが、あまり気にしなくて良いであるぞ。これをいちいちパラメータを0に持ってって、0に持ってって、などを全部やっていくのは大変なので、ここのパラメータのメニューを押して、デフォルトの設定値に戻すというボタンを押すと、一気に全部のパラメータをきれいに整頓してくれるのだ。これでテストで動かした後でもきれいに元の数値に戻して、パラメータの調整や動きをつけ直すのも簡単なので、
必ず整理整頓するという意味で、このデフォルトの設定値に戻すをやるようにしておこう。これで角度 Z の動きは全て付け終わったので、次は角度 X、 横を向く動作であるなを付けていこう。でこっからはまずはいろんなパーツを角度 X をつけていくので、まずは輪郭からつけていくので、輪郭の上にあるパーツを一回全部非表示にする。非表示にする方法は、このパーツのところにある目のボタンをポチ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 と非表示にするとこんな風にできるので、まあ耳も消しておくか。輪郭だけにしておこう。で、この輪郭を選んだ状態で、先ほどのワープデフォーマーを入れていく。で、名前は、輪郭の曲面。で、挿入先のパーツは頭に属しているので、頭部のパーツ。で、ベジェの分割数は、2×2 にしておこう。基本的に我がこれから特に指定がなければ、ベジェの分割数は、このワープデフォーマーの分割数は 2×2 にするのを基本だと思っておくと良いぞ。作成ボタンを押すと、頭部のワープができておるのがわかるであろう。ここにできて、頭部の中にもできておると。あ、頭部のワープになってしまった。じゃあ、ごめん。これは良くない。輪郭だな。輪郭のワープにして、で、角度 X に3点キーを追加しよう。で、角度 X-30 に行くと、向かって左側を向く仕様になるので、まず、シフトキーを押しながら、輪郭をぐーっと左に持っていく。で、この時、この顎の一番尖っている部分が首からちょっと出るぐらいに首をずらすと良いであるよ。そして、顔の奥まった部分のパラメータを、部分をこうやってまずぐーっと奥に戻していく。で、反対側を広げていく。この状態で戻してみると、こんな感じで、ちょっと顔が横を向いているように見えるのがわかるであろうか。ただ、あまり自然に動いているように見えないのはなぜかというと、すごく平面的に顔の変形をしているので、顔がとてもなんか平たい感じに見えてしまうので、ここでこの中心のパラメータをぐーっと左に持っていく。すると、一気にこう顔に丸みを帯びて回転させるようになるのが分かったであろうか。そして、顔の輪郭は斜めに置くとこの方がちょっと出っ張って見えるので、このハンドルなどを操作して、自分の絵でよく首を斜めに描いたりとかするときの理想的な輪郭になるように調整を行っていこう。これは結構この顎のラインを気にする魔王なので、顎のラインが綺麗になっていると嬉しいのという。こんな感じかな。この辺りは何度も直していく作業なので、ざっくりと動かしていくと良いであるな。こんな感じであろう。こんな感じですると、顔がこう左を向いているように見えるのがわかるかな。グリッと。ワープデフォーマーでざっくりと動かすことで動かすことができると。で、この輪郭というパーツは左右対称なので、動きの反転をつけてあげると、あっという間にこうやって左右振り向く首の形ができたわけだ。で、この後何回も細かい微調整で輪郭などは細かく直していくので、まずは横を向いておるように見えているかどうか、奥に行くパーツは狭くして、奥のパーツ、顔をこう横に向けたとき奥になるパーツは狭くして、手前に出てくる広く見える部分は広く置いてあげると良いであるぞ、基本的には。で、これを全部の、顔のパーツに行っていくわけだ。で、ある程度指針になるパーツが欲しいので、鼻というのは多分人間で一番先に出っ張っておるパーツであろう。我は魔王なのでちょっとウヌラと顔の形が違うが、鼻というのは多分ウヌラのパーツの中で一番顔の表に
出ておるパーツなので、これを中心にしていこう。では、この鼻にもワープデフォーマーをつけてあげよう。頭部に鼻の曲面というのを作って作成する。作成しているのを確認したら、鼻の曲面に角度 X を3点つけてあげると。つけたら、よいしょ、鼻をぐーっと移動して、先ほどやったように奥に行く部分は、だいたい半分ぐらい狭くして、奥の部分は同じぐらい広くしてあげよう。ちょっと斜めになるので角度がつくので、こうやって鼻がちょっと曲がって見えるように角度をつけてあげると、こんな感じで鼻が動けるようになるので、もうちょっとこっちでもいいかな。こんな感じになるので、鼻の曲面を選んだらまた同じように動きの反転をつけてあげると、で左右を振り向いた時の鼻が、これでできたと。これでだいぶ顔のパーツを、例えば目とか眉をどこに置いたらいいんだろうという指針ができたので、これをこれから使いながら顔のパーツを置いていこう。では目は、よいしょ。まず左目のパーツを全部選んだら、これも頭部にあるパーツなので、左目の曲面もしくは左目のワープとしてワープメッシュを、これで左目を一括で動かすワープメッシュが作れた。で同じように、右目を全部選んで頭部を選択して右目のワープを作成する。するとこれで右目と左目のワープができたので、これを角度 X に3点入れる。そしてまずこれで、角度 X で左を向かせたら、2つのワープメッシュを、左目のワープ、右目のワープを持って、それでざっくりと動かす。でこの時、左目がだいたい顔の輪郭の位置に合ってれば良いかな。このぐらいにして、で右目も一緒です。だいたい収まるように持ってきて、でざっくり変形する。ここは目のパーツはそこまで立体的にしなくても良いかな。で右目の方もこれである程度できたら、右目のワープを入れていこう。やっぱり目は一番繊細なパーツではあるのでな。でこれで左目のワープもでこんな風に変形してちゃんと目動くのって思うかもしれんが、ほらこの通り、なんとワープメッシュで形を変えてもその中に入っているパーツでこれまで作ったパラメータはきちんと生きておるので、こんな風にちゃんと横を向かせている状態でもキャラクターのこうやってパラメータを動かすことができるのであるよ。これで角度 X の目の位置はできたかな。もうちょっと左目がこっち側でいいかな。この辺が結構イラストとのせめぎ合いなんでな。こうやってパーツを置くとまた違和感が出てきたりもするんで。輪郭のパーツをちょっと直したりとかして、で輪郭のワープを直したらまた左右を反転してあげれば反対側にも同じ動きがつくので、ただ目がついてきて、目は今回左右対称のパーツではないので、左目のワープ、右目のワープを持ってもう一回持っていく。よいしょ。こういう作業なんかで、この時結構な、右目も左目もきっちり動かさねばいかぬって思うかもしれんが、ざっくりできとれば大丈夫でやるよ。ざっくり。右も左も全く同じに動きにしないと、なんか変ないびつな形になっちゃうであるって思うかもしれないが、多少違っててもそんなに動いたら分かんなくなるので、
違和感がない程度にできておれば、よっぽどでない限りは大丈夫であるよ。なのであまり気にしすぎず、もちろんな、こだわりたい方はガンガンこだわって構わないので、ざっくりな部分はざっくりで構わぬので、やっておこう。これで、顔のこの目左右の動きができたのである。で、さっきも言った通り、結構細かい動きとかこれからガンガンに直していくので、絵が描ける方なんかは、自分が、描く右向きの顔ってどんな顔だろうとか思いながらやっていくと良いかもな。これは結構目が離れとる絵を描いておるので、あまり横を向いたからといって目をくっつけすぎない方が我の絵っぽくなるかな。じゃあ、パラメータ戻して、眉毛、今色。じゃあ眉毛も左眉毛に、よいしょ、左眉の曲面を作って、右眉にも右眉の曲面を作って作成で、右眉と左眉の曲面をそれぞれ選んで3点入れて、同じように、よいしょです、動かしていく。右眉も縮めて収まるようにして、眉はそんなに立体的にせんでも、まあこのぐらいでだいぶ動けるようになるからな。で、こちらにも右と左を選んで、まあ、我もな、やっぱ作り始めて最初の頃なんだわ。ああ、きっちりかっちり作らねば、でもなんかきっちりかっちりできるであるってすごい悩んどったのだが、もうほんとライブ 2D のこういうモデリングをもう何年もされているような方とかの講座の動画とかを見たら、ざっくり作っていくのを見て、ああ、それでいいのかと思って。まあデジタルだからな。いくらでもやり直しは効くんであるよな。これで今もうほぼ顔の左右の振り向きの顔のパーツができたであるな。だから意外とそれでいいのかと思ってからはあんまり気にしなくなった。で、次は口のパーツを、よいしょ、口を全部選んで、頭部で口のワープを作って作成で、同じように Z にパラメータ割り当てて、で口がまたちょっと難しいのだから、口ってこう顎のラインが斜めに沿っておるので、こう奥に行く分は当然短くするのだが、この下の部分はちょっと斜めになるようにしてあげると良いであるよ。ちょっとこう顎のラインに沿うようにちょっと斜めを入れてあげると、こうしてちょっと口の開閉を確認してみよう。もうちょっと口は前に出してもいいかな。こうするとほら、口のライン、この開いた口がちょっと斜めになって、漫画のイラストに口が斜めに開いておるように見えるのだな、これで。簡単である。なので、そうだ、この 2D をやっておるのではあるが、もちろんその 3D を触っておるかのような感覚を持つといいかもしれんな。で、これは左右対称なので、動きの反転を、口のワープを入れて、口のワープじゃない、こっちだ。角度 X の口のワープを、動きの反転を入れると、これ左右同じ形に口が動いたと。ほら、もうだいぶこの
顔ができただけでちょっと嬉しみがマックスではないか。ほい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 って動けるようになったのである。これで顔のパーツあらかたできたので、今度は顔に付属するパーツというか、耳とかを作っていくか。これそれまで通り、左耳の曲面を作って、右耳の曲面も作ろう。ちゃんと頭部に入っているのを確認して作ろうの。で、右耳、左耳の曲面を作ったら、角度 X に3点キーを入れるまではやって、角度 X 横を向いたら、耳が、よいしょ、こうやって出てくるように作る。こんな感じだな。で、反対側の右耳は、縮めて、ほぼ見えないぐらいにする。こんな感じ。で、同じように。右耳は、します。このぐらいにする。これでもほらもう耳がこうやって、振り向いた時のこの耳の動きというのが、3D 的な動きになっているのがわかるかな。こんな感じだ。これで顔のパーツは全部できたら次は髪の毛だな。じゃまずは前髪から作っていこう。前髪を、よいしょ。名前も前髪の曲面にして、ベジェの分割は22で作成する。で、3点キーを入れて、横を向いたらまず、髪の毛が、きっちりとこの前髪が、輪郭についていくようにちょっとずらしてあげてから、輪郭でやったように奥に行く部分は狭くして、手前に来た部分は広くする。これでとりあえず髪の毛がそれなりに動いているように見えるのだが、髪の毛も輪郭同様丸みを帯びておるので、この中心の点をこうやってぐーっと前に持っていく。こう、ちょっと前に膨らみを持たせるような形にするわけだな。その膨らみが綺麗に膨らんで見えるように、ちょっと頭の形を調整してあげて。すると、もうちょっと前にずらしてみよう。これでいいかな。では、これを動きの反転をつけて、反対側にも動いていくようにして。ここで左右キョロキョロ見させたときに、問題なく動いているかどうかをちょっとチェックしておく。あらかたいいかな。こっちを下げるか。髪の毛は厳密には左右対称ではないが、ざっくりと大きな形ではな。左右対称なのでこれで良いと思っておる。こんな感じで。こうやって膨らみを持たせてあげると立体感が出るであるよ。次は左の髪の毛を左、横髪の曲面を作成と。これで、Z を入れて、大まかに横にずらした後に、表に出てくる方を大きく。で、奥に行くときには狭く。
この辺はな、結構何回もチェックをしながら、繰り返し動かして、最終的に自分の絵として違和感がないかどうかみたいなのを確認しながらやっていくのでな。こうやって何回もグリグリしながらやっていこう。まあ今回はこれでよしとしよう。次に右の横毛をこうやって見ると一個一個のパーツを地道にやっとるだけなんだが、一個一個のパーツ自体はそんなに難しいことはしておらんというのは分かるであろうか。これでちょっと調整しながら。お、間違えた。調整が結構難しいんであるよな。割と前に持ってきてるな。こんな感じかな。で、これでまだそうだ、アホ毛が大事なパーツ忘れとった。これ、アホ毛にも当然ながら、間違えた。閉じる。アホ毛を選んだ状態でワークメッシュを作って、アホ毛の曲面を作成。そして、角度 X に入れて、今までと同じように奥に行く方は狭く、手前に来る方は広くをして、よし、左右の口にもできておるな。こんな風に立体的にその膨らみをつけてあげると 3D 的な、まるで本当に 3D が動いているかのような動きに見えるというわけだな。これでとりあえずから、頭部に属しているパーツができたので、あとは後ろ髪だな。後ろ髪に、これは頭部に属するようにして、牛じゃねえなんだよ。後ろ髪のワークを作成。ちょっと一回ツインテールは表示しとくか。で、これまで顎のパーツとか左を向いたら左の方に出しておったが、今度は逆にこうやって右の方にずらすのだな。で、奥に行くパーツはこれまで通り狭くして、手前に来るパーツは広くすると。こうすることで、この通り後ろ髪の部分が後頭部の役割を果たすわけだな。こんな感じで一気にグッと体全体が動いてるように見えるわけだ。で、後ろ髪のワープを動きの反転を入れてあげれば、あっという間にこれで頭全体が動いて見える。これだけで随分華やかに見えるのがわかるかな。で、次は左のツインテールを頭部で、左ツインテールのワープを作成して角度 X に適用で、
横を向いたらこっちに持ってきてちょっと大きく見えるようにする。で反対側に来たらぐぐっと隠して縮めると。こうするとこんな風に奥行きのあるパーツ作りができるようになるわけだな。で、右ツインテールにも同じようにワープメッシュを頭部に適用して作成。で右ツインテールに角度 X を3点適用して右ツインテールのワープでもこのぐらいのとこが可愛い。そして、これで右ツインテールを出す。はい、これで角度 X の設定が終わったのである。もうこんな感じでな、一個一個のパーツを動かしておったが、あっという間に右左を見るだけならできるようになったと。じゃあこれで今どんな動きができるようになったのか、ちょっとこちらのパラメータをランダムに動かすポーズで見てみよう。あ、ほら、ちょっと顔が斜め向いとるの分かるか今。ほら、ほら。もう一気に、こんなバーチャル YouTuber いるんじゃねって感じの動きがもうできるようになったのがわかるかな。ののってどうやってしまうワオだな。で、まあ、これだけパラメータバラバラになったらデフォルトのあたりに戻すと。こんな感じで X が加わるだけで、だいぶ動きができるようになった。現役ってなりますよ。まあ、むしろこれからもしかしたら現役になるかもしれぬわけだからな。っていうような今作ってるわけだ。これで角度 X は全部付け終わった。次は角度 Y、上下に頭を上を向かしたり下を向かしたりするためのパラメータを作っていく。で、そこで役に立つのがこれまで作ってきたこの輪郭のワープとか、この今まで作ってきたワープメッシュをこの角度 Y にも割り当てるのだ。なのでもうこれからやるのはこの作ったワープメッシュを縦にも当てはめればいいだけなので、簡単なのである。じゃあ一回また、頭のいらないパーツは非表示にして、よいしょ。また輪郭からやっていこう。順番通り。なのでこの輪郭のワープを角度 Y を選んで、そして3点入れる。で、角度がマイナス30は下を向く。プラス30は上を向くって覚えておこう。なのでまずは下を向かせていこう。マイナス30にして、首をぐーっと下に向く。で、下を向くので当然顎の、鼻から下の顎のラインは短くなるので、こんな感じで顔の輪郭が短くなる。で、今度はおでこから上の方は広く見えてるので、よいしょ。こんな感じでちょっと末広がりにしながら、よいしょ、広げていく。で、顔の中心をぐーっと下に。こうするとこう、わかるかな？もう下に顔がうつむいておる感じができたのがわかるかな？ほら。で、これは反転がちょっと使えないので、上を向かせるときはちょっと首を、頭を上に持っていって、今度は頭の上の部分が潰れる。で、下はちょっと顎を広げる。あんまり顎はな、キャラクター広げすぎると、上を向くときの違和感が出るので、中心点を上に向く。はい、これでもう、キャラクターが上を向いたり下を向いたりの出来上がりだ。基本的にはこれを繰り返して、キャラクターのパーツを調整していくぞ。
次に鼻の曲面を角度 Y にも適用して、下を向いたら鼻全体ちょっと潰す。上を向いたら鼻をやや中心よりも上ぐらいにも、このぐらいかな。さっき言ったみたいに鼻というパーツは結構一番動くパーツなんだよな。この辺りも実際動かした後に調整をするので、ざっくりこんなもんだろうと思いながらやっていこう。いくらでも調整はできるからな。気にせず参るのである。X よりも楽だからな。Y はまだ。次が右目と左目。なので右目と左目をよいしょ表示した状態にして、角度 Y に適用して、下を向いたらちょっと目を縦長にする。あんまりやりすぎると違和感が出るので、ほんのちょっとでいいかな。このぐらいかな。で、上を向いたら上に持っていって、ちょっと潰す。輪郭線はもうちょっと潰してもいいかもしれない。漫画のこの輪郭線を上を向かせる時の嘘って実は結構大変っていう。これぐらいでいいかな。次が左眉と右眉。表示させて、角度 Y に3点適用して、下を向くのでちょっと目と眉の間隔は広くなる。正面を向いた時よりもちょっと目の間隔が広くなるように意識すると、おでこの立体感が出るであるよ。で、上を向いたら通常よりもちょっと正面向いた時よりも狭くする。こうするとこう顔を上げたり下げたりしてる時のうん感が出るのであるな。で、次が口のワープなので、口を表示させると。で Y を3点通して下を向かせたら、ざっくり下に移動して、口と鼻の位置は正面を向いている時よりも近くなるので、そのあたりもちょっと調整しながら。で、これで一回口を動かしてみて、パーツがはみ出さないかを確認しておこう。ちょっと潰しすぎたかな。もうちょい伸ばしても大丈夫か。このぐらいかな。で、同じように角度が上に持っていって、やや顎が大きくなるようなぐらいにして、ちょっと縦に口を伸ばすと。大きく口を開いたときに、大丈夫だな。これぐらいで大丈夫だろう。OK。これで顔のパーツは大体できたら、次は、耳だな。右耳と左耳を表示させて、角度 Y に3点用意して、下げたときにちょっとだけ下げる。ちょっと伸ばす。で、上を向いたらちょっとだけ上に持っていって潰すと。これだけでざっくりと顔の立体感が出るので、もうちょっと鼻は下げすぎない方がいいかな。この辺は絵柄の好みなのでな。で、上向いた時にちょっと垂れ目になった方がいいな。目尻をちょっと下げる。
ちょっと釣り目っぽい印象になったので、よいしょ、下げて。これで釣り目感がだいぶなくなったかな。絵としての嘘がつけるというのもこの 3D ではなくライブ 2D だからこその面白さかな。で、次は前髪だな。前髪の、曲面を選んで角度 Y に適用して、まずざっくり頭に下げてあげて、後頭部の部分がよいしょ広がって伸びる。で、この丸くなるように下にカーブを入れてあげる。するとほら、こんな風に前髪が輪郭に追従してグイッと動いてるのがわかるかな。もうちょっと大胆に動いてもいいかもしれないな。前髪が目にかかるぐらいにした方が髪の毛が動いてる感じが出るかな。グイグッと。で、今度は上を向かせる。下から覗き込むのでな、髪の毛はさっきよりも目にかからなくなる。こうかな。上を向くとちょっと目が見えるようになって、下を向くとちょっと目に前髪がかかるようになる。こんな感じでは、次は横髪だな。横髪は左右一緒にやっていこう。横髪を角度 Y に投入して、これをざっくりやればいいかな。ちょっと横に広がる感じにする。よいしょ。まあこんな感じかな。前髪が前に来てグッと垂れておる感じにしたのである。グイグイっと。で、これできたので次、で、アホ毛、大事。アホ毛をいつも忘れる。これがあるかないかだけで随分キャラクターのニュアンスも変わるというのにな。アホ毛の曲面を選んで、角度 Y に3点ポイント追加して、ちょっと伸びる。で、上に持ってくると、上に行くので、ちょっと短く。ほいほいと。これでだいぶ、髪の毛ができたので、次は髪の毛の後ろ部分だな。後ろ髪のワープを角度 Y に3点つけて、でさっきと同じように下を向いたときは後頭部は上に上がって広がると。こんな感じだな。で下を向くと後頭部が下がってこんな感じで動くと。
これだけでだいぶ立体的に見えてくるよな。で、ツインテールも、角度 Y を投入して、下を向いたら、上に持ってきて、ちょっと大きく広がってるようにしで下を向くと、ツインテールはちょっと奥の方と下の方にでちょっと全体的にちっちゃくなる。頭の上下が動いておるのがわかるであろうか。これで頭の XY が完成したのである。イエーイ。でちょっと動いてるところを見てみよう。こう今ちょっと下にかがんでおったりとか、微妙にこう動いてるのがわかるかな。上見たりとか。これも VTuber だの。これ100% 間違いなく VTuber だの。まあ、この動いてる感じだとそう見えるのではあるが、先ほどな、目玉の XY を動かしたのを覚えておるであろうか。ちょっとこの角度 XY をくっつけよう。こうなるとほら、頭の四隅が動かないのがわかるかな。四隅に設定されてないから、こうガクガクとした動きになってしまうわけだ。なので、ここで使った輪郭からツインテールのワープを全部選んだ状態で、四隅の自動生成を行う。ほい。ほいっとする。と、これでもう四隅に設定されたわけであるが、目玉のようにうまくいかず、わかるかな？ちょっとほら、パーツがいびつになってしまってるのがわかるかな？顔の形とかがちょっとこうグニャンって潰れとるのがわかるかな？あんまり可愛くなってごらんのだ、この四隅が。ので、最低限この可愛くなくなったこの四隅をそれぞれ整えていく作業に入っていく。さあ、こっからが大変。こっからが大変なのである。どうやったら可愛くなるかなんて目測もつかねえんであるよ。ただもう今回はこの配信をやっとるんでな。なのでこう斜めを下見た時の二次元としての可愛いポーズになるように調整をしていく。立体的というよりは絵としての面白さになるようにしていこう。まあでも今回はまだそれでもマシな方かのって感じだな。後頭部がちょっと出っ張りすぎとるんで、後頭部後ろ髪か。でちょっと出っ張りを押さえる。たら左ツインテールの位置がおかしくなるんで、それを調整する。これでだいぶ顔の形はマシになったかな。で、同じように右下もやる。もうこれは完全に感覚ゾーンなのでな。絵として良くなるように意識をしていけば良いであろう。
となんかぐにゅんとしておるところをちょっと直していくと良いであるよ。角度 Y は反映されづらいパーツではあるが、ここを入れることで非常に自然な動きだったり魅力的な表情をさせてあげることができるので、隠し味みたいなパーツだな、ほぼほぼ。よし、まあこれで左右の振り向きはだいぶ顔の形が違うな下はあまり見てないな、こっちの方が。でもこれ動かすとき矢印ツールで動かすのもできるんだが、こうやってキーボードの上下左右をしてあげるとそれで調整もできるので、口が前に出る。こんなもんか。こんなもんだろう。こっちはそこまでおかしくは見えんが、ちょっと輪郭が歪んどるので、それを直そう。ちょっと後頭部がちょっと下がりすぎとるから、後頭部をちょっと上げよう。後ろ側のワープを。こんな感じかな。で、こっちも輪郭をちょっと直して。我は若干顎をしゃくれさせとる、作り方をしておるので、それっぽくなるように。まあ、あと実はそんなに右上右下左上左下って顔向かないんであるよ、フェイスリグだと。なのでここで若干変に見えてもあんまり気にしなくていいであるよ。よし、これで顔のぐるぐるも大丈夫かな。こんな感じで顔もぐるぐる動かせるようになったのか。ちょっと最終確認してみよう。このランダムポーズで動かして変な形にならなければ大丈夫かな。この感じはひとまずは大丈夫かな。じゃあちょっと一回戻して、でここでこのランダム A ランダム B というのがあるので、また違う動かし方をする。このようにまたちょっとぬるーっと動かして、あまりフェイスリグではこのような動きにはならないが、なんというかこうフェイスリグの破綻していないかを試すテストと思ってもらえればいいのだが、これで変な形とか極端に形が狂っているような形状が出なければ、まあ成功であろう。見た感じほぼほぼ問題なさそうなの。まあと言いながら結構な後日気になって直すとかは多々あるのだが、まあ今回は講座なのでよし。というわけでこの角度 Z に角度 X 無事、設定完了であるというわけでな、一応90分の枠で作ろうというところでできるかどうか一番不安なゾーンではあったが、無事できましたなのである。イエーイ。まあここは一番難しいパートとは最初に言ったのではあるが、まあ慣れてしまえばある程度の感覚や、あと先ほども言ったようにやり直しは何度でもできるし、この、ワープメッシュ回転、ワープデフォーマー回転デフォーマーのこの2つを使うことでいくらでも元の形を崩さずに絵を動かすことができるので、恐れず挑んでほしいのであるぞ。こんな
な感じで。だこんな風に顔つけて、傾けて、目玉をこっちに向けて、ニコみたいなポーズがもう作れちゃうんであるよな。最後ちょっとランダムポーズを見ながら、この第2部はお別れとしよう。ちなみにこのワープメッシュとか、ワープデフォーマー、回転デフォーマーが入っておるこの枠が見づらいなと思ったら、この緑とピンクのこのボタンを押してあげると消してあげるので、これで綺麗に見ることができるであるぞ。もうほぼほぼ完成したように見えておるかもしれんが、最後の部ではより魅力的に動かすためのテクニック、そしてこれを実際に書き出してフェイスリグに導入するまでの流れというのをやっていこうと思うのであるぞ。というわけで、ライブ 2D 超入門講座第2部 XYZ の設定以上である。次の第3部でまた待っておるでおるぞ。うわーはっはっは。